皆さんはペプシ派ですか、コカ・コーラ派ですか？私の周りにはコカ・コーラ派が多い気がしますが、私はあんまり違いがわからないですよね。コカ・コーラの株は絶対売らないと断言したウォーレン・バフェットは、90歳が超えた今でも毎日コカ・コーラを3、4本飲んでいます。1988年から数年にかけてコカ・コーラの株を13億ドル分買ってまだ持っています。その間株価が30倍上がったのもすごいんですけど、毎年配当金で 6.5 億ドルぐらいもらっているので、当時の投資額の半分を毎年回収しているのがさらにすごいです。投資家にも人気があるコカ・コーラの誕生と面白いファクトについて簡単に見てみましょう。1831年にジョージア州で生まれたジョン・ペンバトンは医科大学を出て薬局で働いていました。30歳の時に南北戦争が起きて参戦したジョンは戦争が終わるまで戦いましたが、戦争中にサーベルで胸が切られてひどい傷を患ってしまいました。傷の痛みを和らぐためにモルフィンを使っていましたが、薬師だったジョンはモルフィンを使い続けると中毒になることが分かっていましたので、戦争から戻ってすぐ新しい薬の研究を始めます。当時ヨーロッパではコカインとワインを混ぜたヴァンマリアニという飲み物が流行っていました。はい、その麻薬のコカインです。コカインは1914年まで麻薬ではなく鎮痛剤とかエナジードリンクのような感じで使われていました。ジョンはコカの葉っぱ、コーラナッツ、ワインと学生効果があるダミアーナを入れたレシピを開発してフレンチワインコカと名付けます。これがコカ・コーラの始まりです。1900年代にアメリカで禁酒運動が起きてワインが使えなくなったので、代わりに炭酸水と砂糖を入れ始めます。その後コカインも禁止になって別の材料を入れて今のコカ・コーラになります。当時のメイン材料だったコカの葉っぱとコーラナッツからコカ・コーラと名付けられました。コーラナッツは K から始まりますが、コカに合わせて C になりました。サンタクロスは300年代に活動したトルコ生まれの聖人セイント・ニコラスがモデルで、20世紀初めまでイメージ上がバラバラでした。茶色の服を着ていたり、ひげがなかったり、小人だったりしていました。赤い服を着て白いひげを生やした姿のサンタクロスが定番になったのは、コカ・コーラが実施した1931年のクリスマスキャンペーンからです。その前も同じようなサンタクロースはいましたが、コカ・コーラのキャンペーンの後、他の姿のサンタは見えなくなりました。もう一つ有名なキャンペーンは、ホッキョクグマがコーラを飲む広告です。1993年から始まったこの広告は、当時の広告担当のケン・スチュワートが飼っていたレトリーバーが子犬の時にホッキョクグマに似ていて、ホッキョクグマと呼んでいたので、それからアイディアを得て、ホッキョクグマがオーロラを見ながらコーラを飲むイメージを浮かびました。コカ・コーラコンパニーはコカ・コーラ以外のブランドも200個ぐらい持っていて、日本ではコーヒー、お茶、お水などいろんな商品を展開しています。コカ・コーラが事業を展開していない国は北朝鮮とキューバの2つの国だったんですけど、ウクライナとの戦争で今年ロシアからも撤退したので3つの国に増えました。コカ・コーラのレシピは100年以上秘密になっていて、今もレシピを知ってる人は2人しかいなくて、その2人は同じ飛行機に乗れないなど厳しいルールがあるようです。今日はコカ・コーラについて簡単に見てみましたが、特応のコーラを飲んでいるけど、どんどん太るのは私だけですかね。今日はここまで。バイ。